今日のトークテーマなんですけど、扱うピアノはこちら河合の KL801 というピアノですね。見た目がすごく木目がすごく綺麗。この木は何だと思いますか？ボールだったかな。いや、これ難しいと思いますよ。あれじゃないですか。くるみってなんていうんですか？くるみはウォルナットですね。それこれローズウッドっていう、私の知ってる、木材で言えるのがウォルナットとローズウッドとホガニー、あとアボカドは違う。今の新品でローズウッド外装ってないですよね。色は指定できても多分化粧板の指定ってあんまりできないんじゃないかな。なので多分今後おそらく出てくる可能性は非常に少ないのがローズウッド外装というこのピアノですね。外装はね、特に今回こういった希少なものであるのは間違いないんですけど、今日語りたいポイントはあくまでそこではなくて、こちらですね、弦全て張り替えたんですよ。張り替えたんですか？どうして張り替えたんですか？もともと中古で入ってきて長野県あるあるなんですけど、結露でそのチューニングピンがもうサビの塊とは言わないですけど、もうサビサビだったんですね。チューニングピンだけだったらまだなんとか一生懸命磨けばなんとかなったんですけど、弦が深サビが出てて、サビなのか弦なのか一体になっちゃってたような状態だったので、さすがにここまで来るとちょっと売り物としてはどうなんだろうっていうことで、でも外装がこんな感じなので、じゃあ弦を変えましょうっていうことにしました。タームはチューニングピンですねと、弦ですね。このフレームとの間に入ってる木のブッシュって言われてるチューニングピンブッシュって言われてる木が、いや、ほんと綺麗な弦で、新品だとこう雰囲気変わりますよね。あと変えたのはこの鍵盤のこの赤いの、これクロスですね。このクロスを変えました。あと手前にありますけど、この下にこれが牛食いでいっぱい食べられてた。そんなとこですかね。ざっと変えたところについては、このピアノについての話は今させてもらったんですが、弦を張り替えたっていうのは一つこのピアノの特徴なんですけど、中古ピアノって弦を張り替えるケースって全体の何割ぐらいになる感じですか？グラウンドの方が割と頻繁ですよね。ホコリが入りまずやすいんですよね。平べってこれを横にしてるような状態なので、あと開けていくことが多いので、ホコリも入りやすいですし、あと使用頻度がグラウンドの方が高いですね。音大になりついとかプロの人が使ってるとかっていうパターンが多いので、弦を変える率とするとグラウンドの方がもう何倍も。アップライドで弦変えるって多分今まで比率とすると意外と少ない。でその消費者目線からすると、変わってるところが多ければ多いほど長持ちしそうなイメージあるじゃないですか。それこそ20年30年前のピアノのままですよと、弦は張り替えてありますよとかの方がなんとなくイメージ的にそっちの方が長く使うにはいいかなっていうイメージ。新品にね、一部新品ってことですよね。本当にいい面だけなのかっていうのを今日ちょっと聞きたかったところです。その弦を張り替えたことのもちろんメリットも改めてあれば言っていただきたいですし、逆にデメリット、多分これは新品のピアノにも近いのかもしれないですけど、その辺デメリットメリットあれば。新品に弦が変わってるということで、デメリットの方が先に言ったら狂いやすいって言いますよね。張ってもやっぱり少しずつ伸びてくるので、安定するまでにちょっと時間がかかる。新品の方がやっぱりちゃんと製品として出てくるものなので、工場にあるので狂いづらくなるような方式策を取れるんですけど、どうしてもやっぱり工場じゃないところでやると狂いにくくするのは限界があって、一番はやっぱりその指段機っていう、あれで1時間2時間指段機にかけるんですね。そうするともうメロメロになるので、それだけやっぱ弦が伸びるんですね、弾いたことによって。あとはデメリットって言えるかわからない
んですけど、弦の交換も無限にできるわけじゃない。そうなんですか。チューニングピンの問題ですね。弦はいいんですけど、チューニングピンってやっぱりこれがそんな長いんだ。チューニングピンですね。はい。標準が64ミリですね。6.4センチ。古いピアノもっと短いのも50いくつっていうのがありましたけど、今の新品は60から64っていうのが標準です。でこれ溝が切ってありますけど、ネジのようにはっきりと深くは切ってないんですね。ネジ薄く傷ついてるみたいな。本当だ。ヤスリみたいな、爪のヤスリみたいなぐらいしか、優しい方のヤスリみたいなこのくらいしか溝を切ってないんですね。これがブスッと刺さってるんですけど、相手が木なので出したり入れたりすると緩むんですね。で最初は入ってるのは 6.9 っていうのが大体日本のピアノは多いです。1回抜いちゃうと大体緩くなるので1つ上げますね、太さ。大体新しくこれ弦を張るときはこれは 7.0 が入ってるんです。 7.00 6.9 だったのを、はい、7.0 にして 0.1 ミリ太くしたと。はい。で場合によって抜くときにゆるゆるだと0.2 太くすることができるんですけど、この規格があって 0.1 刻みで太くできるんだったらまだいいですけど、 7.5 っていうともうゴン太ですね。ピーターを変えれば話は別ですよ。シバイツアーさんで言ってたじゃないですか。よくキーワードとしてよくピーター変えてみたいなこと言われたみたいな、そのことですよね。まさにこう割ってるこの板のことですね。チューニングピンを支えてる板のこと、そのピーターを変えればまた再度 6.9 からスタートできるので、それを変えないということを前提だと、そうですね、ピアノがあって一生のうちにピーターを変えないんだったら3回か4回が限界かなと。その3回か4回ある、変える使用期限を1回使うので、それがデメリットと言えるかわからないですけどね。そっか。弦を変えるということ自体できるのっていうふうに言う方もいらっしゃるぐらいなので錆びてますねって言って、じゃあそろそろ買い替えをなんていうセールスマンもいるかもしれないですしね。全然逆にね、ここが来たいメリットですけど。確かに。メリットはやっぱりその音の張りというか鳴りが良くなる。やっぱりずっと張られてると弦の振動が、あまり元気が良くないというか、新しい弦になると動きがいいというか、なんで音は良くなるはずです。あとはさっき話も出たんですけど、弦だけの話で寿命が長くなるというか、大体弦は同じ弦が張りっぱなしで60年ぐらい前のピアノ調律行ったら初めて2本切れたんです。20年やってた初めてでした。同じピアノ2本切れたので、もう弦の疲労が結構限界に来ているので、60年ぐらいって結構目安かもしれないですけど、これが作られてどのくらいだろう、多分40年ぐらい経つと思って、あと20年のぐらいで弦の変える時期だったのがリセットされて、あと60年いける、弦に関してはですけど、触ってもらいましょう。柔らかい音がしますね。丸っこい音、かわいの丸っこい音の特徴よりなんかもっと柔らかい感じがしました。本当ですか？僕はなんかむしろ張りがある音だなって。本当？だからヤマハのすごいきらびやかな音とは違いますよ。とは違うんですけど、かわいのこう丸いというかね、なんて言ったらいいか分かんないですけど、モコモコはしてない。モコモコしてないですね。モコモコはしてない。でも思ったよりなんかもっと若々しい音がするのかなって思って弾いたら意外と弾けないくて。それは背の高さもあるんじゃないですか。やっぱり弦の長さとか。あと母体の貫禄が。そうそれもあるかもしれない。数年なんで。それもあるかもしれない。そんな若者みたいにキャピキャピしてない。そう、落ち着いた感じがあるなって思ったんです。
かいろいろ相まっての特性というか、落落ち着いたサウンドだなっていう感じがしました。大人の魅力がある気がします。はい、というわけで、今回は河合の KL801 という、ローズウッドの珍しい外装のピアノを、弦を張り替えたので、弦が張り替えたピアノのデメリットメリットですね、ざっと紹介してみましたが、今後ね、中古ピアノ選びとか変わったとこあるんですかみたいな質問するときはちょっと参考にしていただいて、弦変わりましたよっていうことの意味というかね、それがどういう意味なのかみたいなのは今回説明しましたので、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいなと思います。気になるこちらのお値段、税別で49万8000円ということで、改めて値段付け直しておりますので、もしご興味ありましたらメールでも電話でもお問い合わせいただければと思います。なので河合で木目で、グランド型の譜面台が付いているものがいいっていう方はこれはもうおすすめなんじゃないかなと。そうですね、このタイプで木目って野口さんちにいたやつもそうですけど結構珍しい、なかなか出会えるものではないですので、お早めにご検討いただければと思います。ということで今回は表現したアップレットピアノをデメリットメリットをご紹介するという企画でお送りしました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。